狂気の時代と恐慌の始まり。1979年、昭和54年、この年は、日本の金融機関を襲う強盗事件が121件を記録し、史上最悪の数字となりました。前年の2倍近くに達したこの数字は、社会の不安と犯罪の凶悪化を示すものであり、その中で最も凄惨な事件が、ここに起こります。1979年1月26日、金曜日の午後2時半ごろ、大阪市住吉区にある三菱銀行北畠支店に、一人の男が押し入りました。男の名は梅川照美。当時30歳、黒いチロル帽にサングラス、マスク姿という異様な風貌の梅川は、ゴルフバッグから取り出した上下2連式の猟銃を構え、銀行の北通用口から1階フロアに侵入しました。店内には行員34名と来客17名、合わせて51名がいました。梅川は猟銃を所持する許可を得ていましたが、その手続きには奇妙な法の壁が存在しました。彼は少年時代に凶悪事件を起こしていましたが、当時の少年法には、少年の時の犯歴は資格に関する法令の適用を受けないという規定があったため、警察は彼の危険な過去を知りながらも、法令上、銃の所持を許可せざるを得なかったのです。みんな伏せろ、伏せろ。梅川の怒号が響き渡ると同時に、天井に向けて威嚇発射が2発。凄まじい轟音が店内に響き渡り、コンクリートの破片が床に降り注ぎました。悲鳴が湧き起こる中、梅川は赤いリュックサックをカウンターに投げつけ、現金を要求します。金を出せ。出さんと殺すぞ。10数えるうちに、5000万円出せ。予期せぬ遭遇と犠牲者。この緊迫した状況下で、一人の行員、萩尾博、当時20歳、が非常電話で2階に助けを求めます。これに気づいた梅川は、何をしやがると叫び、猟銃を発射。萩尾行員は顔と首に散弾が命中し、即死。さらに、近くにいた別の行員にも負傷を負わせました。恐怖におののいた営業課長代理の森岩は、震える手でリュックに現金約283万円を詰め込み、梅川に差し出しました。梅川が想定していた、警察の到着まで3分、という時間。しかし、この瞬間、予期せぬ出来事が起こります。銀行から辛くも逃げ延びた女性客から、強盗だ、と知らされた、自転車で警ら中の住吉警察署警ら第二係長、楠本正美警部補が現場に駆けつけたのです。楠本警部補がピストルを構え、銃を捨てるんだ、と叫ぶと、梅川は、撃てるなら撃ってみろ、と凄み、猟銃を2発発射。楠本警部補は顔と胸に命中し、殉職しました。さらに、パトカーで駆けつけた安倍の警察署の前畑和明巡査に対しても発砲。前畑巡査も胸に散弾を受け、死亡しました。この凶行により、銀行員2名、警察官2名の合わせて4名がわずか数分の間に犠牲となり、事件は人質事件としては、日本で初めての人質に死者が出た事件となったのです。犯人の生い立ちと凶悪な人格、梅川が人を殺害したのは、この日が初めてではありませんでした。15年ほど前の1963年、彼は故郷の広島県で、勤務先の社長宅に侵入し、社長の義妹、当時21歳、をナイフで殺害し、金品を奪う事件を起こしていました。当時、梅川は15歳。犯行の残虐性から中等少年院に収容されました。当時の広島家庭裁判所の資料には、彼の知能は普通生きながらも、感情の制御が難しく、共感性に乏しいという評価が下された、と記されています。彼の生い立ちもまた、暗いものでした。両親は再婚で、彼は一人っ子。父親は病気で不自由になり、母親は離婚。母親は仕事に忙しく、梅川は放任されて育ちました。悶々の母親を軽蔑するようになり、中学時代から非行を繰り返しました。極度の孤独と、家庭愛の欠如が、
彼の異常な人格形成に深く関わっていたのです。少年院を出た後、大阪でバーテン兼付取立人として働いていましたが、人生をやり直す機会に恵まれませんでした。彼は絶望の果てに、大藪春彦のハードボイルド小説に登場するような、暗い過去を背負いながら銃で野望を実現する主人公の姿に、自分を重ねていったとされます。42時間の監禁と屈辱。梅川は銀行の周囲が装甲車やパトカー、1000人以上の警官に完全に包囲されていることを悟り、逃げられないと覚悟を決めました。どうせ死ぬなら、好き勝手なことをして死のう。彼はこの籠城の決意を固めます。梅川は支店長席を占拠し、行員らに机やロッカーでバリケードを築かせました。そして午後2時50分ごろ、梅川は行員らに向かって支店長を要求。責任者は誰や。支店長は前へ出ろ。森岡浩二支店長、当時47歳が、私だ、と名乗り出ると、梅川は、なんで、すぐ金を出さんかったか。こうなったのはお前の責任や。と怒号し、至近距離から猟銃を発射。森岡支店長は胸を蜂の巣にされ、即死。これにより、犠牲者は合わせて5名となりました。梅川は人質に対し、答弁係、電話係、見張り係、といった新しい役割を与え、絶対的な独裁者として振る舞い始めます。さらに彼は、人質の女性たちに対し、極めて屈辱的な行動を強要し、彼女たちを盾として利用しました。彼はこれを、家来は殿様の言うことを何でも聞かなければならないことの証明だと嘘吹きました。この極度の屈辱的な行為は、女子行員たちに深い精神的苦痛を与えましたが、梅川の命令には逆らうことができませんでした。異常な儀式と籠城の長期化。梅川は、人質に対して相互に不信感を抱かせるような、常軌を逸した支配行為までも行いました。事件発生から約12時間後の1月27日午前0時過ぎ、警察は梅川の親友であるタクシー運転手の男を窃盗容疑で逮捕し、そこから犯人の本名、梅川照美が浮上しました。梅川は常に人質を自分の盾とし、少しでも物音がすると威嚇発砲を繰り返しました。行員たちも生き残るため、警察が近づくと、近寄らないでください。殺されます。と叫び、梅川に積極的に情報を伝えるようになり、奇妙な連帯感が生まれていきました。籠城は続き、遺体の状態が悪化すると、遺体を外に出すことを許可。午前2時過ぎ、5名の犠牲者の遺体が次々と運び出されました。母親の説得と終結。警察は最後の手段として、香川からヘリコプターで梅川の母親、静子、当時73歳、を呼び寄せました。母親は震える手で、ボールペンで手紙を書きました。お母さんが来ていますのよ。早く、人質を出してください。母上の頼みです。母より、梅川は女子行員に手紙を代わりに読ませましたが、彼の心は動きませんでした。おふくろは、そないな字しか書けへんのや。そんなおふくろやけど、俺にはおふくろだけしかいてへん。子供の頃から一緒に苦労したもんや。おふくろは大好きや。彼の心の中には、母親への複雑な愛着と、満たされない孤独が渦巻いていました。事件発生から42時間が経過した1月28日午前8時42分、警察の特殊部隊、後のサットの前身が突入の機会を捉えました。梅川が新聞を読むため両手で広げた一瞬、バリケードの隙間から7人の隊員が一斉に突入しました。伏せろの叫びにハッとした梅川が猟銃をつかみかけますが、間に合わず、6丁の拳銃が一斉に発射されました。梅川は銃撃を受け、その後大阪警察病院へ搬送されましたが、手術室で息を引き取りました。彼の脳波が完全に止まったのは、午後5時43分でした。事件が社会に残した影。三菱銀行猟銃強盗殺人事件は、42時間に及ぶ籠城の末、
銀行員3名、警察官2名の合わせて5名が殺害され、人質に死者が出た史上最悪の事件として記録されました。この事件は日本社会に大きな衝撃を与えました。事件後、金融機関の警備体制は抜本的に見直され、防弾ガラスや二重シャッターの導入が進みました。また、猟銃所持許可に関する銃刀法の基準が厳格化される契機となりました。孤独と欠落した愛情に苛まれ、社会への恨みを募らせた一人の男の狂気が5人の尊い命を奪い、多くの人々に消えない傷跡を残したのです。三菱銀行猟銃強盗殺人事件は、戦後日本の犯罪史に刻まれた暗い記憶として語り継がれています。